こんにちは、みえこです。今日はね、この 3.5 センチ幅の布をたくさん縫ったこのカバンの作り方をご紹介しますね。裏布、とっても可愛いんですよ。ほら。裏も表も使えて、それからショルダーにもなって便利なカバンですので、ぜひ作ってくださいね。それでは始まりです。まずはキルト綿を用意します。これにね、順番に布縫いますよ。最初この四角い布を端に置きます。キルト綿の端が隠れるように置いてくださいね。もう少し大きい布でも大丈夫ですよ。では順番に布並べます。今回 3.5 センチ幅の布全部使いましたよ。最初にね、布決めておくと早くできますよ。あとは縫いながら配色の調整をします。それでは縫いますね。縫い代は7ミリで縫いますよ。一番最初に右側だけ1個縫ったら、左側は2個縫います。で、今度は右側も2個縫います。一番最初だけ1個だけ縫いますよ。途中で変わってもいいんですけど、最初だけはこのように縫うと綺麗にできますよ。うっかり間違っても大丈夫です。いろいろなバリエーションで作ってみましたが、この方法が一番綺麗にできましたよ。1個ずつ塗ってもいいんですけどね、曲がるんですよ。まずは縫って試してみてくださいね。キルト綿の端が全部見えなくなるまで縫います。そしたらプレスして布の端をカットします。縫い代、キルト綿より布1センチ大きくカットしてくださいね。でこれを8枚作ります。
そしたら2枚ずつ合わせてキルト綿の端を縫います。この2枚も縫ってトップ完成ですよ。これ2つ作りますね。プレスしてこの状態ですよ。次、持ち手の紐を作りますね。これは布の端を使いましたよ。これ2本作るとショルダーの紐とあとは持ち手の紐とできますよ。トップの表側に針で留めます。そして裏布を用意します。一番上はトップと同じ大きさにして残りは 2.5 センチぐらいの縫い代をつけます。で、最初にカバン入れ口から縫いますよ。キルト綿の端を縫います。次プレスします。この後ステッチしますよ。ステッチはどこでもいいのでお好みでしてくださいね。手縫いも綺麗にできると思いますよ。次ね、仕立てます。まずは1枚だけね、片側トップと同じ大きさに切ります。で、1箇所だけ縫い代残してくださいね。次、もう1枚は横と底の縫い代残してくださいね。1センチぐらいで右と左の横を縫います。最後に底縫いますよ。裏布で布の端を隠します。
でこのままで使っても十分いいんですよ。これね、ぺたんこなカバンもなかなか使いやすいです。で裏側も同じように使えるのでとてもいいですよ。そしたら持ち手の紐と同じものをもう一本作って横に縫います。これショルダーにする紐ですよ。で今度は巻き折ります。でこの端を縫いますね。ショルダーの紐もしっかり縫ってくださいね。はい、できました。でここの入れ口にこれね、コートについてるホックね、こんなものがありましたのでこれつけました。はい、裏も表も使えるし、軽くてちょっとお買い物に行くときに持ち物を入れるのに便利な小さいカバンでした。最後まで見ていただいてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょうね。またね。